どうもどうも皆さんこんにちは。テックスタイルのてるです。さあ本日の動画は、もしあなたの iPhone が第三者の人間によって遠隔操作されていた場合の確認方法と原因と対処方法について話していきたいなと思います。ただね、今回この動画で話す iPhone、そして遠隔操作と聞くと、びっくりする方もね、いるかもしれませんが、そもそもこの iPhone には遠隔操作ができるアプリが搭載されているんですよね。そのアプリは何かというと、iPhone 探すというアプリです。この iPhone 探すアプリ、ね、皆さんがイメージしている通り、例えば自分の iPhone が落としたり、なくしたり、もうこのね、居場所がわからないときに、外部から、例えば他の端末、パソコンであったりだとか、友人、家族の iPhone から遠隔操作することによって位置情報を確認したりだとか、最悪位置情報が確認できなかったとしても iPhone に対してロックをかけたりだとか、もっと最悪なケースを考えると、自分の iPhone の中に入っているこのデータを守るために消去したりだとかですね、遠隔操作をすることによってあなた自身のセキュリティ、個人情報を守りますよ。これも全て遠隔操作ですることになります。なので、今回のこの動画ではね、この iPhone 探すの遠隔操作の機能を解説するわけではありませんが、第三者の人間によって自分に身に覚えのない遠隔操作をされていると思うと、少し怖くありませんか？気持ち悪くないですかね？そういったことがね、気になった方も実は多くいらっしゃるんですよね。そういった遠隔操作されてるんじゃないかなと思われる節がある方はですね、この後しっかり確認項目、あとね、この対処方法についてお話ししていきますので、ぜひね、チェックしながらこの動画を見ていただければなと思います。では、スタート。はい。ではですね、今回この動画でこの iPhone の遠隔操作についてね、この後しっかり解説していきますけれども、そもそもこの遠隔操作によってどういった被害が生まれると思いますか？皆さんもね、イメージできるものってたくさんあると思うんですけれども、とりあえずこの動画では基本中の基本、6項目だけお伝えしておきたいなと思います。まず1つ目が、位置情報、現在地を含む位置情報がその悪意のある第三者に情報が筒抜けになる、モニタリングされるということですね。そして2つ目が、通話、メール、メッセージ、LINE の中身とかですね。そういった情報も相手側にモニタリング、閲覧されるということですね。そして3つ目が、ユーザーが見ている、閲覧しているインターネットのページも当然これ確認されます。モニタリングされることになります。そして4つ目が、ユーザーが持っている iPhone 端末の中にある、例えば画像データであったり動画データですね。そういった中身も見られるということです。そして5つ目が、iPhone の不正操作、そして不正利用ですね。そして最後が iPhone のロック、端末のロックがかけられたりだとか、データの消去が行われたりとかするということですね。この合計6つをイメージしていただくと、結構ね、この遠隔操作だけでも何でもされてしまうなっていうイメージを持たれたかと思います。でそんな中で、こういった悪意のある第三者って、どういう、意図、理由があるのかっていうと、ここはね、僕個人的なお話になっちゃいますが、僕は2タイプに分かれていると思います。1つ目が、金銭的な、いわゆる欲求というかね、例えば5番目に言った iPhone の不正利用、不正操作によって、いろんなね、段階ね、クリアしないといけない部分はあるんですけれども、キャリア決済とかね、アイテム課金をしたりだとか、金銭的な欲求を満たしたい、ね、悪い人たち。こういう人たちって、どちらかというと、遠隔操作をしてっていうね、手口をあんまり踏まないと思いませんか？ピンポイントでそういったね、悪いことをするっていうよりかは、ずーっと流行っている、リスト型攻撃と言われるものであったりだとか、いわゆる大量に、ターゲットを絞ってですね、その中から、被害に遭われる方が出てくる。こっちの方がね、正直言って、リスクがないんですよね。この第三者にとってみたら。見つかるリスクがないというか。それだったら、ピンポイントでやった方がリスクが高いっていうことですね。これはあくまで僕個人的な感覚なんですけれども、どちらかというと、これは相談の実例もあるんですが、ユーザー、ね、この iPhone の持ち主の身近な人間、これ以上あえて言わないですが、どちらかというと、こっち側の方が実は多いんです。よくテレビとかでね、盗聴なんとかみたいなね、あるじゃないですか。それも意外や意外、身近な人間があなたの部屋、家に盗聴器を仕掛けてるっていうパターンが、多いと思うんですけれども、この iPhone の遠隔操作もどちらかというと、身近な人間の方が実は多いんです。でそういう形で皆さんがね、遠隔操作されてるんじゃないかなとかね、この端末にしか情報が入ってないのに、なんであの人は知ってるんだろうとかね。心配事ってどんどん増えてくると思うんですけれども、そういった気になっている方は、
次、この遠隔操作されてるんじゃないかっていうね、項目、チェック項目をこの後しっかりお伝えしますので、チェックしてね、最後まで見ていただければなと思います。では、iPhone のね、遠隔操作がされているかどうかの確認方法、合計6つお伝えしたいと思います。まず1つ目なんですけれども、これはね、遠隔操作される、原因ナンバーワンなんですけれども、身に覚えのないアプリが iPhone の中にインストールされているっていうことです。ただね、これ僕の過去の動画でもお伝えしたんですが、iPhone のね、ディスプレイ上というかね、表面上にはね、なかなか出ていない場合もあるんですよね。もし表面上から出ていたとしても、削除するときは次の方法を取ってください。それは iPhone の設定から一般の中から iPhone ストレージっていう項目がありますので、そこでまず身に覚えのないアプリがあるかどうか確認してください。もしなんとかスパイとかね、もう全く知らないようなアプリが入っているのであれば、そこを選択していただいて、そこからね、直接アプリの削除を行ってください。このね、身に覚えのないアプリというか、それどういう形、どういう経緯でね、iPhone 端末に入れられたかどうかっていうのは、もう人それぞれなので、彼氏、彼女、元彼、元カノとかね、いろんなケースが考えられます。直接僕のところに相談に来た方は、元彼とかね、そういうパターンもありました。なので、経緯はちょっと置いといていただいて、まずはこの身に覚えのないアプリがあるかどうかだけ確認していただいて、全く知らないとかね、そういったものがあれば、削除していただいてもいいのかなと思います。ただね、今回僕この動画で話している内容っていうのは、この動画を見ていただいている視聴者の方が、なんとなくちょっとね、遠隔操作されてるのかなとか、いろんなね、心配事とかね、不安材料がある方が、そういった操作をしていただければいいかなと思いますので、何も心配ないっていう方であればね、そもそもこういった操作しなくていいので、その辺はしっかりね、この動画を見ていただいて判断していただければなと思います。そして2つ目。2つ目は、プロファイルの確認ですね。で、このプロファイルと聞くと、あんまり知らない方もいるかもしれませんが、そもそもね、au、ドコモ、ソフトバンク、キャリアで契約している方、モバイル通信やられている方であれば、ほとんどね、この iPhone 端末の中には、プロファイルっていうのがインストールされていると思います。この確認方法は iPhone の設定から VPN とデバイス管理っていう項目に進んでいただくと、ご自身が契約しているプロファイルが入っていると思います。ソフトバンクだったら、ソフトバンク一括なんとかとかね、KDDI とかね、au さんだったら KDDI とか、そういったものがね、必ず入ってると思います。それはね、入っていて当然なんですけれども、ここに全く知らないようなプロファイルがもし入っていた場合は、削除していただいた方がいいのかなと思います。ただ自分の中でもこれどうなんだろうってなんか入れた記憶があるなとかね、いろんなパターンも考えられますので、そういった時は直接相談に来ていただくか、Apple サポートの方に相談に行っていただければ、しっかりとね、調べることもできるんじゃないかなと思いますので、操作にね、慣れていない方であれば相談をお勧めします。そしてその中でも、例えばこれ稀なんですが、iPhone にセキュリティアプリとか入れている方であれば、そういったセキュリティ関係、アプリ関係のプロファイル、または VPN が設定されていることもありますので、その辺ね、ちょっと操作するのが怖いっていう方は、相談していただいた後でもいいのかなと思います。そして3つ目。3つ目は、これはですね、iPhone のディスプレイ上、マイク、カメラが起動すると、グリーンのランプがちっちゃく点滅というかね、点灯したりだとか、オレンジ色のランプが点灯します。マイクを起動している場合はオレンジ色。カメラを起動しているときはグリーンのちっちゃいランプが点灯するんですけれども、そもそもカメラやマイクを使っていないにもかかわらず、ずーっと点灯している方はかなり要注意です。なので、それはね、ご自身ですぐ確認できると思いますので、何にもね、カメラ起動していないのに、ずーっとグリーンのね、ランプがずっと点灯している場合は、ちょっと危険信号なので、すぐにね、電源を落としていただくか、サポートに相談していただくか、直接僕のところに相談に来ていただいてもいいのかなと思います。ここはね、例えば皆さんが使っているアプリがね、どんなアプリを使っているのかっていうのは正直わからないので、何とも言えないんですが、何かのアプリを立ち上げた際に、カメラやマイクを使うようなアプリ、特にゲームアプリとかね、そういった時っていうのは一瞬だけ光ったりします。それはそんなに影響ありませんので、そこは無視していただいてもいいのかなと思います。なので、明らかにカメラやマイク起動していないにもかかわらず、グリーンのランプ、オレンジのランプがずーっと点灯しているってなったら、結構ね、危険度合いが高いので、そういった時は一旦ね、ちょっと電源を落としていただくのもいいのかなと思います。そして次が4つ目。4つ目なんですけれども、この動画を見ていただいている視聴者の方が、
どの iPhone モデルをね、使っているのかっていうのは僕にはわからないんですが、例えば iPhone 15シリーズだと、使うケーブルって USB-C ですよね。で、この15より前、14より前の機種っていうのは、ライトニングケーブルっていうのはわかるかと思います。で、そんな中で、皆さん、そのライトニングケーブルって、iPhone 買った時の Apple の純正品を使っているのか、それとも家電量販店とか Apple の直営店とかに行って Apple の純正のライトニングケーブルを使っているのか、それとも他社製品のライトニングケーブルを使っているのか。何が言いたいかというと、ご自身が管理できたライトニングケーブルを使っているのかどうかっていうことなんですよね。まさか誰かにプレゼントされたようなライトニングケーブルなんか使ってませんよね。ひょっとしたらそれって危険な製品かもしれません。これね、OMG ケーブルっていうのがあって、そのケーブルを使うことによって、あなたが使っている iPhone のデータが、閲覧されたり盗まれたり、遠隔操作の対象になるケーブルって実はあるんですよね。先ほどはね、第三者とね、大枠で言いましたけれども、彼氏、彼女、元彼、元カノ、いろんなものをひっくるめて第三者と表現させていただきましたが、決してね、そのプレゼントされたケーブルが全てダメって言ってるわけではなくて、ご自身が何かしら遠隔操作とか、誰かに覗かれてるのかとかね、いろんな心配、不安事があって、その中で第三者、元彼にこれ確かもらったなっていうようなケーブル、ライトニングケーブルを使っていると、それを通常の Apple の純正のケーブルに使うだけで、変更するだけで、ひょっとしたら、状態が変わるかもしれませんので、こういった情報も一応ね、頭の中に入れておいてください。そして5つ目。5つ目は Apple ID の確認となります。iPhone ユーザーの方であればね、この Apple ID の確認はすぐにできるかと思いますので、やっていただければなと思います。確認する方法としては iPhone の設定から名前。で、名前をタップしていただくと、サインインとセキュリティという項目がありますので、そこに入ってください。そうすると、ご自身がしっかりと設定している Apple ID がね、出てくるかと思いますので、その中に、例えば身に覚えのないね、メールアドレスとかがついていると、ひょっとしたらあなた以外の人間がサインインしている可能性もあります。過去に僕も7年、8年ぐらい前ですかね、ちょっとね、遠隔操作と直接的な原因があるのかどうかっていうのはわからないんですけれども、もともと使っていた Apple ID とは全く別のメールアドレスがついてたこともありました。当然それはね、Apple サポートの方に連絡を入れて、スペシャリストでもその場ではすぐにね、解決できない案件なので、エンジニアの方に投げていただいて、1週間ぐらいで iPhone を見ると、消えてましたね。もしね、そこを確認していただいて、全く知らないメールアドレスがついている場合は、すぐにね、Apple サポートの方に連絡を入れていただいて、ひょっとしたらちょっと時間かかるかもしれませんが、すぐに相談していただいた方がいいと思います。なので5つ目は Apple ID の確認を行ってみてください。そして最後6つ目なんですけれども、これはですね、各皆さんが使っているようなアカウントの確認ですね。Google だったら Google、Gmail 使っている方も多いと思うので、Google とか、あとTikTok であったり、Instagram であったりだとか、そういった皆さんが使っているアカウントを確認しに行ってください。そもそも iPhone 全体的に遠隔操作をするっていうね、そういったね、悪質なパターンもあるんですけれども、このアカウント一つに絞って、そこの中身だけを見に行くっていう方もいらっしゃいます。一番被害が多かったのは、Instagram であったりだとか、TikTok ですね。これは僕の過去の動画でも言ってるんですけれども、知らない間に自分以外の人間が Instagram、TikTok のアカウントにログインをしていて、自分が投稿しているとか、非公開にしているようなものが、実は第三者の人間から見られているっていうパターンがね、実は多くあります。完全に乗っ取られているわけではないんですよね。乗っ取られたってなると、自分自身がログインができないので、アカウント乗っ取られたってすぐに気がつくんですけれども、さっき冒頭にも言ったように、実はそういう遠隔操作する人間って、ね、身近な人間で、ずーっと密かにモニタリングするっていう傾向が非常に強いので、なかなかね、ユーザー側もね、気がつくのがね、遅れるんですよね。そういった時には、各アカウントのアカウントページに行っていただいて、必ずね、セキュリティ項目っていうのがあるので、そのセキュリティのページに入っていただいて、ログインされているデバイスを確認しに行ってください。その中で全く身に覚えのないデバイス、iPhone ユーザーの方であれば、そもそも Android 使ってないんだったら、Android からログインされているとか、パソコンからログインされている場合は、すぐにパスワード変更していただいた方がいいのかなと思います。なので6つ目は、各皆さんが使っているアカウントの確認ですね。
とりあえず合計ね、確認していただく場所6つ、回答させていただきましたけれども、それ以外でもユーザーさんが、状況によっては、ここも確認した方がいいのかなとかね、ネットワークとかね、いろんなケースが考えられるんですけれども、それはおいおいね、個別で相談に来ていただいたときに、僕なりに回答できればいいかなと思っておりますので、6つに該当しなくても、ちょっと心配であったり不安事があれば、自由にね、お気軽にね、X の DM 相談を活用してみてください。では、最終的に今ね、言ったチェック項目であったりだとか、ご自身が iPhone ね、遠隔操作されている、心配で不安でどうしようもないですと、どうにかしたいっていうことであれば、最終的には iPhone の初期化を推奨したいなと思います。で、この初期化の方法もできればパソコンを使ってリカバリーで初期化をやっていただくのが一番ベストな方法だと思います。で、その後ですね、これまで使っていた、例えばバックアップデータ、これを戻すってなると、また結局ね、位置に戻っちゃいますので、どうしても対処したいということであれば、バックアップデータを戻さずに初期化した後もそのまま使っていく、新たに一から使っていくっていうのが一番ベストな対処方法だと思いますので、ぜひね、そのあたりはちょっと参考にしてみてください。で、そんな中で、注意点といいますか、これまでにもね、僕のところに相談に来ていた、例えば一つの例を挙げると、ゴーストタッチがすごいあるとかですね、バッテリー消費がめちゃくちゃ早いとか、iPhone がすごく熱を持つとかですね、これ単体だけで相談に来て、例えば遠隔操作されていますかねっていう相談もね、中にはあるんですよね。ただね、このゴーストタッチだけってなると、それ以外の原因の可能性の方が非常に高いです。例えばiPhone のフィルムを貼ってるとか、ケースを貼ってるとかね、OS のアップデートしていないとか、そもそも何か特定のアプリの時だけ操作が効かないとかですね、いろんなケースが考えられるんですが、ゴーストタッチだけでイコール遠隔操作の可能性は非常に低いと思います。それはバッテリー消費にしてもそうですし、iPhone の本体が熱くなるっていう症状でも、それイコール遠隔操作っていうのはちょっと可能性が低いので、先ほどもお伝えしたようなチェックできる項目ね、該当するものが複数ある。例えば身に覚えのないアプリがあってとかですね、その上でゴーストタッチがあってとか、カメラが使ってないのにグリーンランプが光ってるとかですね、そういったものが複数該当するものがあって、バッテリー消費が早い。で、消費が早いっていうことは iPhone に熱を持っているので本体が熱くなるとかですね。そういった関連性があったら、遠隔操作されている可能性は高くなるかと思いますので、そういったケースの場合は iPhone の初期化とかね、していただければ対処できるんじゃないかなと思います。なので注意点ではないんですが、ゴーストタッチとかその単体だけでそれイコール、遠隔操作っていう可能性は非常に低いかと思いますので、その辺はね、安心していただければなと。別の原因があると思います。では今回の動画ではですね、iPhone が悪意のある第三者の人間によって遠隔操作された場合の確認方法と対処方法についてお話をさせていただきました。もしね、この動画を見ていただいて、やっぱりちょっとね、操作に自信がないとかね、そういった不安な方は全然ね、お構いなしに無料相談を使っていただければいいので、X の DM とか LINE サポート、この動画の下の概要欄の方に URL 貼っておきます。そこからお越しください。では最後までご視聴していただいてありがとうございます。ではまた。